動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは日本や世界各地のファインダー越しの景色を記録していきます。今回はハッセルブラッド 500cm とともに撮影していきます。フィルムカメラとしては高価な部類に入るこちらのカメラを購入したのには理由があります。それはこのカメラと同じ500シリーズが NASA のアポロ計画で採用されているからです。50年以上前、後にアメリカ初の有人飛行計画であるマーキュリー計画の宇宙飛行士の一人として選ばれるウォルター・シラーはヒューストンのカメラストアでハッセルブラッド 500C と出会います。その後の1962年、宇宙仕様にカスタマイズされたハッセルブラッドとともにシラーは宇宙へと旅立ちました。ここから NASA とハッセルブラッドの関係が始まります。そして1969年7月20日、アポロ11号の乗組員とともにハッセルブラッドのカメラが地球から38万キロ離れた月面に降り立ちました。人類史に残る記録の数々がこのカメラによって収められたのです。アポロ計画で使用されたカメラは帰還時の重量の軽減のため今も月面に残されています。私は旅をしながら撮影することがとても好きです。いつか月面にあるこのカメラで地球を宇宙から撮影してみたい。そんな大きな夢を描きながらこのカメラを購入するに至りました。今回は夕方の江ノ島へ撮影に行ってきました。江ノ電の七里ヶ浜の駅で降りて海に向かって歩き出します。まずは江ノ島をバックにシンプルな構図で撮影してみたいと思います。この日はとても風が強い日でした。次々と打ち寄せる波に注目してカメラを構えてみます。階段を降りて波打ち際まで来ました。海に近づいて水の質感が感じられるような一枚を目指します。ここからは稲村ヶ崎方面に向かって歩いてみます。海からの風は相変わらず強く吹きつけていますが、その風が波を大きくさせ、力強い風景を作り出しています。手前側にゴツゴツとした岩が感じられるこのアングルでカメラを構えてみます。かなり日も傾いてきました。稲村ヶ崎から江ノ島側を振り返って海に沈んでいく夕日を収めたいと思います。背後には鎌倉海浜公園があります。少し階段を登ったこの位置から
カメラを構えると、奥抜けに富士山の見える景色を堪能することができます。日没後の優しい光によって、とても淡い色合いに仕上がりました。同じ撮影位置から視点を左にずらすと、オレンジ色に染まる空と海が広がっています。最後の一枚はこのアングルで撮影してみたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこれからも日本や世界各地を訪れ、ファインダー越しの景色を記録していきます。励みになりますので、ぜひチャンネル登録やコメントを残していただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。